はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。まず最初に、ちょっと今日の本題とは違うんですけど、木澤大輔選手、JBBF、日本一、おめでとうございます。いや、本当に最後の年って言われてたので、本当に感動しました。日本に帰った時はぜひ、足のパーソナルを受けに、お伺いしたいなと思ってますので、まずはとりあえずお疲れ様、本当におめでとうございます。しっかり休んでいただいて、今後、どうなるかわからないんですけれども、YouTube の方を含めてずっと追いかけさせていただきますので、頑張ってください。お疲れ様でした。今日はですね、アメリカでよく使われているアクティブリカバリーについて解説していきたいと思います。皆さん、オフはどのように取られてますでしょうか？週に1回、週に2回、もしくはもう毎日ジムに行ってトレーニングされてるって方もいると思うんですけど、アメリカに来た時に、この人たち毎日ジムに来てるみたいな人たちいるんですよ、やっぱり。日本にもいらっしゃると思うんですけど、この人たち毎日ジム来てると思って、で、聞いたんですよ。オフの日ないのって、オフは取らないのって聞いたら、今日オフだよって言ってて、でもジムに来てるんですよ。で、その時まだアクティブリカバリーについてよく理解してなかったので、混乱したんですけど、今日はアクティブリカバリーで来てるっていうふうに言ってて、アメリカだとこのアクティブリカバリーっていう考え方がかなり浸透してて、別にボディビルやってるとか、競技者、パワーリフターの競技者とかじゃなくても、一般人の方でも、もう常識というか、取り入れてる方がかなり多く見受けられます。で、アクティブリカバリーってどういうものかっていうと、アクティブに休日を過ごして体の回復力を高めようよっていう考え方です。オフの日ってイメージすると全くそのトレーニングをしない、全く運動をしない。で、休む日。それも一応オフの日っていうか、オフとしてはいいんですけど、アクティブリカバリーっていう考え方をアメリカでは取っています。じゃあアクティブリカバリーってどういうメカニズムかっていうと、前の動画でも話したんですけど、もう怪我した時安静にするはもう古いですよ。アメリカではもうやってないですよっていうふうに言ったんですけど、休日についてもオフだからジムに行かないで家でゴロゴロして過ごす。ソファーでゴロゴロして過ごす。寝だめしてずっとベッドの上でゴロゴロ過ごす。みたいなオフの取り方は回復には非効率的だよねっていう考え方です。当然、ジムに行かないで、家でゆっくりして好きなことやって動かないで、外に出ないで、その精神的にリフレッシュする。ジムから離れて精神的に一回リセットするっていう考え方は、それはそれで必要です。僕もやってるし、アメリカでもやってるんですけど、プラスアルファ、回復を早めるという意味で、アクティブリカバリーをうまく利用しています。じゃあ具体的にどういうものがあるかっていうと、さっきの人の例で言うと、ジムに来てます。もう、週7日ジムにいます。で、その日、週7日の1日をアクティブリカバリーっていう位置づけにしていて、ジムに来てトレッドミルに30分乗って、軽く汗をかいて、ストレッチして帰る。とか、バイク漕いで体の血の巡りを良くして、ストレッチして帰る。とか、人によっては僕も使うんですけど、僕はプールに行って1キロぐらい泳ぐ。別にイージーなペースで追い込むとかそういう目的じゃなくて、とにかく体を動かして血液の循環を良くしてあげるっていうことですね。で、トレーニングするとやっぱ当然筋肉に損傷が起こってるんで、そこに対して早く栄養を届けて、より多くの栄養と酸素を届けて回復を早める。で、血流を良くして、その血中やその筋肉に溜まった乳酸とか老廃物ってものを流してあげて、体の循環を良くする。あと、やっぱり関節にもしっかりと血流を送ってあげると、その疲労の抜けも早いし、炎症の抜けも早くなってくるので、とにかく座ってダラダラして過ごすんじゃなくて、アクティブに活動的に動いて回復力を、高めようっていう考え方です。なんかは自宅の屋上のプールで泳ぐとか、この後ろにあるノーデックバイクですね。ノーデックバイクで30分ぐらい漕いで、うっすら汗かくぐらいでやめてストレッチングするとか、そういうふうにうまく使ってます。僕の場合はアクティブリカバリーの日が1日と、あと完全オフの日が1日なんで、週2回オフっていう形ですね。で、僕は結構
パワーリフターが僕の職場にはかなり多かったので、パワーリフターのその疲労のマネジメントに関してはすごく勉強になったんですね。で、パワーリフターの人もうまくトレーニングのサイクルを組んでて、とにかくやっぱりあの人たちは重いものを一発で上げるっていうところがメインなんですけど、ディローディングって言って、その重量とかその強度を落とす日っていうのが必ずあるんですよ。もうめちゃくちゃ軽い重量でレプスをやったり、めちゃくちゃ軽い重量でフォームだけ確認する日みたいなのを設けてて、で、それでうまくその疲労、やっぱり脊柱起立筋に疲労が溜まりやすい、どうしても競技なので、それをうまく逃がしながら疲労をコントロールして、トレーニングを継続していくっていうやり方をとってるんですね。この考え方にもすごく関連してるなっていうふうに思います。一般の人が一番やりやすいのは、1日の設定してる歩数っていうのが多分ないか。ある人が全部そうではないんですけど、僕なんかは1日だいたい1万歩を目安にしてるんですよ。トレーニングやる日で。で、トレーニングやらない日に関しては、そこからプラス2000歩ぐらいを目安にもっと体をアクティブに過ごすっていう感じですね。だからわざわざジムに行ったりとか、プールに行ったりする必要はなくて、1日もし8000歩っていう設定を自分で決めてるのであれば、じゃあアクティブリカバリーの日に関してはちょっと2000歩プラスにして1万歩歩こうみたいな形でいいと思います。とにかく体を動かしてあげることが、疲労を抜くためにはすごく効果的になってくるので、うまくこのアクティブリカバリーっていう考え方を取り入れて、やっぱりね、トレーニングハードにしっかり追い込めた方がいいので、いつまでもやっぱり疲労が抜けずに、次の日のトレーニングの強度が下がってしまうよりかは、うまくそのアクティブリカバリーっていう日を入れて、回復力を高めて、で、その翌日もっとパワフルに、もっと追い込めるようにしていただけたらなというふうに思います。